困っているトレーナーを次世代型ワッショナブルサポート体制で完全ワッショイするために最もエキサイティングで最もワッショナブルでそして最もフェスティバルなやり方で祀ろうとする北さんブラック。参ったな。お世話になってる人の頼みだから断りづらいんだよな。失礼があってはいけない場だし俺なんかが引き受けていいものか。でも困ってるって言われるとな。トレーナーさん。うわ。お困りですか？お困りですね。北ちゃん。お困りであればこの北さんブラックにドドンとお任せください。気持ちはありがたいんだけどこれは少し複雑で。問題ありません。え？私は従来型の入場お助けスタイルから一歩進化しています。進化って？次世代型ワッショナブルサポート体制でトレーナーさんを完全ワッショイします。ワッショナブルとはお祭り時代の新しい問題解決メソッドです。聞いたことない言葉が出てきたな。ご安心ください。この私がトレーナーさんのお悩みを最も景気よく解決へと導いてみせます。不安しかないんだが。最もエキサイティングで、最もワッショナブルで、そして最もフェスティバルなやり方で祀らせていただきますよ。よくわからないがすごい自信だ。お祭りは始まる前の段取りが8割ですからね。ちなみに残り2割は？気合です。2割が気合の案件は不安だな。ではトレーナーさん、まず現状をヒアリングさせていただきます。お祭りで例えるなら町内会の寄り合いです。まあ力になろうって言ってくれてるのを無理にはできないよな。詳しくは言えないんだが。はい。大事な場に同席してほしいとある人から頼まれている。ふむ。相手に失礼があってはいけない場で俺がどう振る舞うべきか悩んでいるんだよ。俺個人の問題だけじゃなくて頼んできた相手の印象にも関わるかもしれないからね。なるほど、関係者全員のみこしなじが問われる重大な案件ですね。みこしなじ？みこしなじです。みんなで同じ方向に担いで初めて相乗効果が出る的な。的なってアバウトだな。担ぎ手の息が合わないとみこしはすぐ傾きますから。それは言えてるかもしれない。でしたらまずはヤグラテジーを立てましょう。もうわかるぞ、ヤグラとストラテジーだろ。ご名答です。さすがは私のトレーナーさん。全体像を高いところから組み上げる戦略担当の発想ですね。では第一印象から詰めていきます。ここは一番太鼓って言うんだろ。その通りです。最初にドンと鳴らせるかどうかでその日の空気が決まります。それは確かに大事だな。面接なんかでも第一印象が結果を左右するとか言われたりするし。入室時の挨拶は大きすぎず小さすぎず芯のある声で。腰は低く、背筋は伸ばす、目線はまっすぐ、でも圧はかけない。ふむふむ。次に服装です。最重要項目は清潔感です。なるほど。スーツの上からハッピです。これで価値格というものですよ。相手への敬意を忘れずそれでいて自分の熱も失わないワッショナブルな装い。それがスーツオンハッピスタイルなのです。信じていいのか？ここで聞いてくるのが相手方へのハッピネスです。ハッピネス。幸せってこと？いえ、ハッピのハッピです。そっちか。普通にハピネスかと思ったよ。次に手土産です。重すぎれば担ぎ手が潰れますし軽すぎれば担いだ実感がありません。手土産に担ぎ心地はないんじゃない？あります。気持ちの担ぎ心地です。そうなんだ。それから会話です。相手の話をよく聞くこと、自分の話ばかりしないこと。そうだね。会話はキャッチボールだからね。ここでネギライエーションが効いてきます。ネギライエーションとは相手を気遣いながらこちらの誠意も伝える高度な交渉術です。そして全体の流れをオプティマイフェスティマイズすることでご挨拶から退出まで一連の流れを最も気持ちよく整えるんです。言葉を言い換えてるだけで中身は一緒だよな。ただし沈黙を恐れてはいけません。お祭りにも間があります。太鼓と太鼓の間にこそ次の一打への期待が生まれるんです。そういうものか。一番大事なことは変に取り繕わないことです。自分を大きく見せようとしすぎるとどこかでほころびが生じます。たちゃんの言う通りだ。相手に安心してほしいならまずこちらが誠実であること。お祭りも同じです。見栄だけで立てた櫓は風が吹けばすぐに揺れます。でもみんなでちゃんと組んだ櫓は強いです。その周りでたくさんの人が安心して笑えます。だからトレーナーさんも堂々としていてください。堂々と、か。みこしも担ぎ手が不安そうだと見ている人まで不安になりますから。
そうだね、わかるよ。トレーナーさん。その頼み事をしてきた方はトレーナーさんを信頼しているからお願いしたんだと思います。でも信頼に応えることと何でも引き受けることは違います。相手のためにならないと思ったらちゃんと止めるのも人助けです。止めるのも人助け、か。みこしだってそうです。危ない方向に進みそうなら止めます。なるほどな。勢いだけで突っ込むのがお祭りじゃありません。みんなが無事に笑って帰れるところまで考えるのが本当のお祭りです。ありがとう北ちゃん、少し腹が決まった気がする。お役に立てたなら私も嬉しいです。わっしょい。やっぱり俺ちゃんと話すよ。曖昧なまま引き受けるんじゃなくてこれは良くないって伝える。はい。ライツ博士に相談してみるよ。親御さんに会うのなら俺を結婚前提の恋人役にするんじゃなくて本当にそうするべきだって話してみるよ。は？私の聞き間違いですかね。トレーナーさん、今なんて言いました？だからライツ博士に相談するよって。ライツ博士？ああ。親御さん？恋人役？そういう設定で。結婚前提？頼まれていたんだ。親御さんに紹介するために結婚前提の恋人役を。それでどう振る舞えば失礼がないかトレーナーさんは悩んでいた。と。そうなんだよね。でも本当に結婚前提だったら変に悩む必要もなくなるじゃん。演技不要なんだし。トレーナーさん。わっしょーい。そんなのは認めません。北ちゃんに認めないって言われても。認めません認めません認めません。北ちゃん、落ち着いて。落ち着いていられますか？こんなのはっしょい暗推犯です。コンプラ的な？人助けっていうのは誰かを笑顔にするためにやるものです。ああ、だから本当に結婚するのならみんな笑顔になるんじゃないかって。私は？え？私の笑顔はどうなるんですか？どういうことかな？ありえません。そんなのみこしダウン必至じゃないですか。なんだよみこしダウンって。櫓崩壊を招きますよ。正気に戻ってください。そもそもトレーナーさんは私と一緒に人生というみこしを担ぐはずでしょう。そんな約束はしてないけど。今です。今この瞬間トレーナーさんは第一担ぎ手としてエントリーされました。俺の同意は？町内会で可決されました。どこの町内会で？私の心の町内会です。それは独裁では？満場一致です。一人しかいないだろ。とにかく、ライツ博士が困っているなら助けます。でも嘘のみこしは担ぎません。もっと胸を張れる最適マツリューションをご提案します。そもそもトレーナーさんが恋人役を引き受けるから話がこじれるんです。いやでもライツ博士ってすごいいい人だし本当にそういう方向に進むのも悪い話じゃないかなって思うんだけど。ならトレーナーさんがその候補から物理的にいなくなればいいんです。頼める相手がいなくなればライツ博士は嘘の紹介なんてできませんからね。理屈は通ってるが。でしょう？これでライツ博士の件は円満に解決です。ちょっと待ってくれないか。俺が物理的にいなくなるってどういうことかな？お預かりするだけですよ。私が責任を持って。どういうこったよ。考えてもみてください。二度と嘘の恋人役を頼まれないためには本物の伴侶になっておくのが一番確実です。ライツ博士だけじゃありませんから、トレーナーさんを狙ってくる可能性があるのは、ライツ博士は嘘をつかなくてわっしょい。トレーナーさんは私の伴侶となれてわっしょい。私はトレーナーさんの伴侶となれてわっしょい。大岡裁きでいうところの三者一わっしょいというやつです。なんか正しいことを言ってる風だけど完全に北ちゃんだけ得してない？そんなことはありません。完全なるマツリューションです。みこしダウンはみこしアップへ。櫓崩壊は櫓建立へ。つまり結論として今すぐ私の実家へ帰りましょう。なぜ？祝言を挙げるためです。あげないが？ご安心ください。段取りは8割できています。一応聞いておくけど残り2割は？もちろん気合ですよ。では行きましょう。わわわ。ではトレーナーさんを担ぎ上げたまま実家まで行きますからね。張り切っていきましょう。トレーナーさんも声を出して。そう俺わっしょい、わっしょい。いやこららちだよ。馬娘ちゃんを愛する同志諸君、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。